世界一わかりやすい極ガーディアンアルシュベルト狩猟船の解説動画です。採用マクロは概要欄を参照ください。動画の最後に最強カンペもありますのでご活用ください。なおモンハン民の方、動画内で何言ってるかついていけないかもですが、通常難易度版アルシュベルトの解説動画ではファイナルファンタジー14のバトルシステムにも軽く触れていますので、そちらをぜひご参照ください。早速参りましょう。ノーマルと同様 A 勝バーは1回も表示されません。ボスのモーション見て判断しましょう。ノーマルと同様ボスが手のどちらかを上げるので逆側に退避します。この攻撃この後もたくさん来るので今のうちにお伝えしておくと、この攻撃は手を振り下ろした時点と床が爆発した時点で2回被弾判定があります。アンチへの移動が遅れた結果、手を振り下ろした時点で被弾したとしても、もう被弾しちゃったしいいやって思って移動を諦めると床の爆発で死ぬので諦めないようにしましょう。そしてノーマルと違いすぐさま逆方向にも反面範囲攻撃が来ます。この猶予時間がかなり短いので AOE 際で待機し AOE が消えたらすぐ逆方向に走りましょう。 AOE のラインはボス竹佐とほぼ同じです。つまりボス竹佐より外にいれば安全です。ノーマルと同様の赤いもやか白い亀裂の2択です。ボスがピョンとした時点で本来は全員ボスを正面に見て左側に行った方がいいんですが、私は左側に行き忘れています。そもそもなんで行く必要があるのと思うかもしれませんが、後ほどその理由がわかります。ここでノーマルと違い平2名に頭ありマーカーがつくので、この後できるアンチ内で図のように3回しそれぞれ4人受けします。3人受けでも耐えられるので3人5人とかになっちゃっても大丈夫です。しのいだらその場で全員に足元円範囲が2回発生するので左にずれて回避します。エラプを回避したらノーマルと同様に前方からの波状の AOE を回避します。再び同様の複合攻撃です。この動画と図では3回が違いますが、図の方に従い全員がボスを見て右側で処理しましょう。このパターンがあるのでさっき言った話になります。さっき言った話ってなんやねんっていうと、ボスがピョンした後は全員ボス見て左行くとか、エラプを左にずれて回避とか、左言ってるやつ。あらかじめ全員がボス見て左側に行っとくと、ボスが突進した後は全員がボス見て右側にいることになります。これなら頭ありも3回図通り楽に処理できますよね。ただボスがピョンしてからやる攻撃は他にも種類があるので、必ずしも全部のピョンを機に左側に行く必要はないこと、それにさっき言った通り1人頭ありに入らなくてもぶっちゃけ耐えられちゃうのもあって、このタイムラインのこの時のピョンとこの時のピョンでは絶対に左側行かなきゃとか、そんなビビらなくても大丈夫。ここのピョン後は左側行くんだっけなぐらいのおぼろげなレベルで挑んじゃいましょう。ノーマルと同様の突進3連続攻撃です。ノーマルの解説動画と説明同じなので省略しますが、超簡単に言うと1つ目の突進先近くの際で待機して円形 AOE 消えたら中に入り、2つのリングがかぶっているところに入る。これだけです。遠隔ジョブの特権振りかざした避け方ですけれども、今回も DPS チェックは超絶緩いので安定取ってます。この後ノーマルと違い全員に円範囲マーカーがつくので3回します。ただし同時にボスから左右どちらかの反面範囲も来るので、アンチの反面内で3回が必要です。ここボスのモーションが見にくくて結局どっち方面がアンチなのか分かりにくい。愚直ですが、まずボスの竹さを元に向いている方向を確認し、そこから左右反面に分けて左右のうちどっち側をボスが手振り上げているか確認、手上げてない方がアンチ、こう確認しましょう。遠隔外周とか近接ボス側とか気にせず、アンチの反面にすぐ気づけた人が外周側に行くとギリギリアンチ滑り込める人が出てくるかもなので、思いやりの精神で運用しましょう。続いてノーマルと同様しれっとした尻尾攻撃があります。ボス後方に立たないようにしましょう。ノーマルでもあった単純な頭あり攻撃です。対象者に接近しましょう。この5区にしてはちょっと場違い感のある単純な頭あり攻撃は我々を油断させるためのガーディアンアルシュベルドの狡猾な罠であり、その後マップ中央からの左右反面範囲攻撃が絶対にセットできます。タイムラインの後半になるとこの反面攻撃を忘れやすいです。単純な頭あり攻撃は罠、次に左右攻撃が来ると覚えておきましょう。ここで全員ボス足元に集合し、北側がどっちか把握しておきましょう。ノーマルでもあった塔踏みギミックです。タンク用の塔が2つ、普通の塔が4つなのも同様です。
塔の出方としては2通りありますが、この図さえあればパターン分けは不要で、 MT は北から西のどこかに出たタンク塔、 ST は南から東のどこかに出たタンク塔、各 DPS はご覧のバツ字方向に出た普通の塔、平はフリー枠。この動きを取ればどっちのパターンも賄えます。 D4 の私は常に右上の普通の塔ですね。すぐに入りたいところですが、全員に足元円範囲が3回来るので、1回目のエラプをボス足元に出したら右上外周へ進み、2回目を捨てつつ、さらに外周に3回目を出してから担当の塔に入りましょう。この3回目のエラプの発動と同じタイミングで塔も発動するため、3回目のエラプの範囲を塔にかぶせてはいけません。逆に言うと、それだけ気をつければどう動こうが OK です。近接ジョブなら1回目中央にエラプ出して、2回目は外周に出して、3回目また中央に戻ってエラプを出してから塔に入れば OK だと思います。塔踏み後はノーマルと同じエクサプラス白域プラス円範囲マーカーの複合です。ノーマルと同様に避けましょう。なんとなくこの時基本3回のままうまくばらけてると思うので、基本的にそんな苦労しないはずです。なお今回私は他人を巻き込んでしまいましたが、マーカー持ち同士がお互いかぶせて被弾しない分には一発なら当てても大丈夫です。超久しぶりのサイコロギミックですが、今回は全然難しくなくて、一言で言うと1から8の順にマップ2周するだけです。具体的には頭上に1から8のどれかが発生するので、1番の人はボスが手を引いてる向きの方から90度の位置に待機します。2番3番の人はそこからさらに90度回って待機します。それ以外の人はマップ中央で待機します。ボスが1から順に突進してくるので、4の人はボスが元いた北の位置に待機します。5の人は1への突進が終わったら1の人の立ち位置へ行きます。6、7、8の人も同様です。突進を受けた人はすぐマップ中央に戻りましょう。というのも、ボスが1回突進するたびに地味に半面範囲攻撃を放っているためです。今説明した方法でちゃんと処理すれば、ボスは半面範囲を外周向けて撃ってくれるので、本来気にする必要はないんですけれども、突進を受けた本人だけは突進を受けた場所で棒立ちしていると、この半面範囲にも被弾してしまいます。なのでマップ中央に戻れっていうのはちょっとオーバーなんですが、少なくとも突進を受けたらちょっとでもいいのですぐ中央側へ動くようにしましょう。塔踏み2回目後のギミックが1回目と変わります。ボスが北へ行き、誰か1名にマーカーをつけてくるので、マーカー対象者はボス前の東ギリギリ、それ以外の7名は西のボス前に待機しましょう。マーカー対象者はマーカーが消えて床に直線 AOE が表示されたのをしっかり確認してから西の7名に合流しましょう。ビームが西から東に放たれますが、ちゃんとマーカー対象者1名が東ビタビタに直線 AOE を出してくれていれば西の7名までは届かないはずなので、西の7名はそれを信じてボスを殴り続けましょう。白い木にビームが当たると爆発するので、合流するときはボスを殴ってる間に被弾しないようにしましょう。この時西の7名のうち誰かにまたマーカーがつきます。ここでは誰にマーカーがついているのか密集しててよくわからないので、誰についてるかはあまり気にせず、全員が東ビタビタに立ち、マーカーが消えて床に直線 AOE が表示されたのを確認してから全員で東側へ逃げましょう。この直後再び4人4人の頭ありが必要なので、 MT 組はボス側、 ST 組はそこから離れて処理します。三度誰かにマーカーがつくので、マーカーついたの絶対自分じゃないって断言できない限りは、誰にマーカーついたかはやっぱり気にせず、一旦東ビタビタに立ち、マーカーが消えて床に直線 AOE が表示されたのを確認してから西側へ逃げましょう。最後に8人に円範囲マーカーがつくので適当に3回して対処。これで OK です。波状の直線攻撃が十字状に展開されます。一見ややこしそうですけれども、動きは単純です。ど真ん中が1回発動したらその中に入るだけ。これで OK です。ここで四隅に直線範囲を追いかけたくなる人もいるかもしれませんが、ぐっと我慢しボスに注目します。いつもの左右範囲攻撃を打ってくるので回避します。逆側にも来るので横跳びして回避します。ここで横跳びしながらボス側へ接近し、この十字が交差している部分、ここに入りましょう。こうすると綺麗に回避ができます。
最後にもう1回だけ中央から外周側へ直線範囲がやってくるので、再び十字が交差している部分に入ります。これで OK です。この後も起出ギミックですけれども、おそらくここ若干テンパるので等速再生します。単純に3回すりゃいいんじゃなかった。反面のアンチに行かなきゃダメだったわ。と走馬灯が見えたらとっさに回復薬グレートを使いましょう。こんな感じでダメージとダメージの間に奇跡的に回復が差し込まれて耐える場合があります。利口技後は単純頭あり攻撃の後に巨大円範囲がセットになるので注意しましょう。そして単純頭あり攻撃は狡猾な罠でしたね。セットで来る左右攻撃を見落とさないようにしましょう。3回目の豆腐見後はまたギミックが変わります。これが最後の新規ギミックです。東から直進する円範囲予兆が発生します。動画では全景見えてませんが、2列ずつ3セット計6列マップを覆うように発生します。一番大事なのは最初のセットで発動する2列をうち1列だけでもいいので特定することです。今回のように東側を見るのが遅れてどれが最初に出てきたやつかわかんねえってなっちゃったら、代わりに最初に予兆が消えるやつを把握すべく予兆を凝視しましょう。今回はこの列が消えたので、この列から最初に攻撃が来ることが分かりました。最初に攻撃が来る列が分かったら、その列から一旦横にずれといて、その列の円範囲攻撃が通過したのを見届けたら、そっちの列に体をスライドさせる。これだけで OK です。で、見てお分かりの通り、この円範囲の発動に白い木が巻き込まれると、白い木が連鎖爆発してそこからも円範囲が発動します。なので白い木からは極力離れた上で今の動きを取らなきゃいけないんですけれども、私は正直白い木あんま気にしてません。というのも、もし白い木への注意がおろそかになった結果、白い木の AOE を踏んでも被弾直後にすぐ回復薬グレートを飲めば大体なかったことにできるためです。このギミックは東からやってくる円範囲攻撃さえちゃんと避ければ、一発白い木の AOE 踏んでも HP 最大から急に死ぬことはほとんどありません。誰でも10回全回復できるこのコンテンツアクションを使わない手はないので、でかい白い木から離れなきゃとか考えようとして頭いっぱいになっちゃうようであれば、木は無視、床踏んだら薬ガブ飲みと開き直ってエクサの回避にだけ注力するのもおすすめです。以降は気質ギミックが超長く続いて時間切れです。解説は以上です。高難易度デビューしたい人におすすめできるコラボにふさわしいナイスな難易度なので、ごくやったことない方はぜひチャレンジしてみてください。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒。では宣伝したので最強カンペどうぞ頑張ってください。